心の薬チャンネルをご覧の皆さん、久保です。今日はですね、皆さんに有名ですごく大事な、僕が大事にしているいい言葉というか、いい文章というかを紹介して、それを解説していきたいと思います。皆さんも聞いたことがあると思います。もう有名な言葉なんで、種まかざれば花咲かず実ならずっていう言葉。単純に言えば、種まかないと花も咲かないし実もできませんよってことですよね。種もまいてないのに花を見たい、実が欲しいって言っててもダメじゃないですか。だからまずはやっぱりね、種をまかないとダメですよっていう、そういうメッセージですよね。特に商売してる人は種まくことをおざなりにして、売り上げが欲しいってね、お金欲しいってなってるんじゃないんですかね。そういうところが多いんで、やっぱり考えてみると、結局種をまかないと花も咲かないし実もならないっていうことですよね。この言葉僕忘れずにいつも思ってるんですよ。行動する時のね、やろうと思うね、行動心理にすごく一番影響するんですよ。なぜかというと、今週は種まこうとか、今年は種まいていくぞみたいな、そういう行動指針になると思うんですよね。僕はそうやってやってきてるんで、やっぱり一日無駄に生きるのは良くないし、やっぱり種まいておけば後が楽しみじゃないですか。陶器を測るものは、富、近くを測るものは貧するっていう有名な言葉あるでしょ。遠くを見るっていうのは秋の収穫を考えるから春稲を植えるってことよね。でも結局は苗も植えんくせに刈り取ることばっかり考えてたら取るとこなくなってくるっていうことですよね。だから長期的に考えた方がいいよっていう話もそこから来るんですけどね。じゃあ今日はね、皆さんにね、じゃあ種ってどんなことなのかっていう話をしたいんですね。種はね、4つ5つ僕が気をつけてることがあるんですけどね、1つはね、やっぱりね、出会いって大事じゃないですか。あの人すごいねって聞いてみると、あの人と知り合いらしいよ、あの人とも知り合いらしいよ、あの人こんなことやってるけどあの人が一緒にやってるらしいよっていう、結局その人脈っていうか、その人とのつながりってやっぱ人生で大事じゃないですか。ということは結局出会いを大事にしないといけない。出会いという種をちゃんと持っておかないといけない。今日どこどこに行って勉強しようかな、どうしようかな、いや、いい人に出会えるかもしれない、いい種が見つかるかもしれないっていう感じですよね。ちょっと言うと、それとか今日行こうかな、行かんまいかなって思うけど、行こう、やっぱり今日行ったらなんかいい出会いがあるかもしれないっていう、そういう感じですよね。出会いばっかり求めてもダメなんですよね。その早とちりっていうかさ、出会いだけ求めたってその人とつなげられるかどうかじゃないですか。ということは、出会いの中にもやっぱりいくつかあるんですけども、その出会いの中に2つあって、1つはね、僕は挨拶だと思うんですよ。初対面の印象って大事じゃないですか。僕大事だと思うんですよ。出会いは大事だけど、会ったはいいけどその人とつながれない、全然見ただけで喋ってもないし、次会うこともできない関係だったら、出会いも出会いじゃなくなるじゃないですか。定時制で、相手が嫌な思いしないでいいような出会いが必要ですよね、挨拶が。僕が知ってる人で、医学会、病院のね、医学の方ではね、超有名な本出されたり、もうみんなが尊敬するっていう病院の先生がいるんですね。でその先生と僕たまたま東京で運がいいことに、ホスピタリティつながりでセミナーを一緒にする機会があったんですよ。もうすごい人ですよ、その方。巨匠で、もうみんな知ってる、病院のドクターがみんな尊敬するっていう人なんですよ。で東京の会場に入ったら、たまたまスタッフが待つとこっていうか、スタッフルームがあってですね、そのセミナーをする時のパッて入ったら、中年のおいちゃんとかじいちゃんに近い、おいちゃんじいちゃんみたいな人が弁当とお茶を並べてたんですよ。椅子のところ、テーブルの上に一個一個で、僕はそういうことをするね、世話係っていうか、そういう弁当を配膳するような係の人かと思って、おいちゃん、これ添えておくんですか、僕も手伝いますねってして、ね、おいちゃんこっちはこうでもいいですよねって、感じか、って言って、で終わって集まってみたら、その方が病院の先生だったんですよ。わかる？僕今話したのはね、最初のファーストコンタクトが大事、挨拶が大事ってことですよ。だから今のは失敗例です。失敗例。その時にもうびっくりして、その先生たちもみんながもうはーっていうような先生なんよ。僕知らんけんさ、おいちゃんって2回ね言ってしまって、だからもうその先生はもう心の広い寛大な方なんで、
いや僕はね久保さんって知ってたよって知ってたけど面白いから黙ってたんだよってなんていうかな受け止めてくれたから今お付き合いがあって可愛がってもらってるんですけども、やっぱちゃんと挨拶をしてまた会いたいなって思ってもらえるような人にならないといけないし、この人と出会ってよかったなまた会いたいなっていう人には必ずこう昨日出会って本当に嬉しかったですみたいな、こう手紙を出すようにしてたんです僕ね。だからそれをずっと続けてるから皆さんがあんな人と知り合いなんですかっていう人僕いっぱい知り合いがいるんですよ。それやっぱり一番最初に出会った時にちゃんとその挨拶のお手紙を書いたりちゃんとこう挨拶をしてたからだったんじゃないかなと思ってるんですね。それとですねもう一つはですねお礼なんですよ。挨拶とお礼ってやっぱちょっと違うでしょ。ちょっとすごいいい出会いがあってその意気投合して運よくその日その偉い先輩と食事してお酒飲む機会があってこう盛り上がってですね、素晴らしい方なんで勉強になるしで僕はちょっと面白いことばっかり言うんでなんかこう可愛がられてでこうなったらさ九州ってラーメンが美味しいよね。いやもう豚骨ラーメンで美味しいんですよって言ったらいやいやうちのね地元にはなんとかラーメンっつってねこれまた売れてないけど意外と美味しいんだよってそうなんですね話してでその後僕それからもう一箇所に行って3日後に帰ったんですよ自分の家に。たらねその時話した地元のラーメンのインスタントラーメンがね送られてきてたんですよ。僕はうなりましたよ。やっぱさすがだなと。だけど僕も負けんように明太子とその豚骨ラーメンを手紙つけて送ったんですよ。じゃあ今度また違うなんか美味しい野菜とかね送ってきてで今度は僕はカバタって好きな明太子屋さんの美味しい佃煮とかを送ったりしてねもうずっと今つながってるそれ続いてる的ないつかやめましょうよお互いにみたいな感じになったりもするんですよ。やっぱりね皆さんねお礼っていうのはした方がいいですね。こんなこともあったんですよ。僕北海道の稚内ってありますね。あそこにこうセミナー行ったんですよ。でセミナーを行ってちょっと知り合いになった方がいてその方と話してたら北海道で何か欲しいものとかあったら言ってくださいねなんて言われて何が好きですかとか言われて僕はタラの白子が好きでね年末ぐらいに年末食べたいじゃないですかこうタラ白子ね鍋とかもできるし天ぷらでも何でも美味しいからでその方に電話したんですよ。僕ちなみに白子を死んで食べたいからお金払うんで着払いで送ってもらえますかって言ってそしたらね来たのはいいけど金額とはもう全然釣り合わないそんな安くないでしょみたいな白子がついたんですけどねパッケージに入れてくれてもうねその梱包の仕方が愛があるこの大事な人に送ってくれたんだな的なもうねものすごい嬉しかったんですよ。でこれまた僕そのお礼に北九州来たらカバタの明太子美味しいですよ。カバタっていうところを送ったんですよ。でまたすぐに向こうからお礼が来るんですよ。これって大事じゃないですか。縁をつなぐっていうのはねきっと僕お礼でつながっていくんだと思うんですよねやっぱ。それがねちゃんとできない人はつながっていけないんですよ。2つ目はね勉強することなんですね。勉強することが種っていうのはちょっと分かりにくいかも分かりませんけども例えばですね僕美容師なんでその勉強をやればやるほど結局それがお客様を喜ばすことになるでしょ。僕の知った人で飲食店やってる人がいてその人はやっぱ研究熱心いろいろ勉強するんですね。ラーメンを作る時にこれを出し取ったらどうか今日本中でほらラーメン流行ってますよね。だからある時甘エビとかの頭だけで出し取ったらどうなのかなっていう勉強してるわけですよ。エビラーメンっていうのは今北海道でもすごい売れてるんですけどねエビそばとか言われるそれを考えたのはその方なんですよ。結局勉強するという種が花を咲かし実を持たせたんじゃないですか。例えばですね僕2年ほど前から自分が大事にしてた人ががんになってで運悪く亡くなってしまったんですけどその人をなんとか治してあげたいと思ってその時にアロマあれってほらよく体にいいって聞いたことあるでしょ。それでメディカルアロマっていう本を読んだりするとこれを吸うと鼻通りが良くなるから始まってこれを吸うと胃腸が良くなるとか眠りが深くなるとかあるんですよ。僕それに興味を持ってめっちゃ勉強したんですよ2年間。もう日本中どころか世界中のアロマを買って精油をブワーッと何百本もケースに入れて
それの一個一個の成分勉強したり、これは長く匂いが持つとか短いけど強いとかいろいろあってですね、それをこう勉強したんですよ、アロマ。そしたらもうアロマの詳しい人になってるんですよ。実際今アロマが流行ってるんで、アロマを使ったヘッドスパやろうかとか、美容室の匂いはこれがいいんじゃないかとか、婦人科系で自律神経が悪い人にはこのオイルがいいとかいう説明ができるようになった。これまたこの種は見事に花を咲かして実を作るわけなんですよ。中途半端な技術とかだったらその種は花にはならないで実にもならないんですよ。だから熟成させるっていうかな、種を。そういう意味で言うと勉強する、向上心を持って勉強する、もっと美味しくできないか、もっと上手にできないかっていう探求心も含めた勉強するっていうことが自分の人生にとってものすごい有意義な種になっているってことですね。最後はですね、好きなことを作るっていうことなんですね。好きなものが職業になるとか聞いたことあるでしょ。好きなことを持つっていうことが種になるっていう話。僕の家内がね、大体センスがいいおしゃれな人なんですけどね、何年か前かな、忘れたけど自分でねパッとドライフラワーって分かりますね。そしたらそれ好きだからどんどん自分でこう買ってたけど、自分でもドライフラワーを作ってみたいなって気になって、で生きた花を買ってきてこうひっくり返してこう屋根にこう置いたりしてね、で乾燥させるでしょ。そしたらこうドライフラワーになって、それをアレンジでこうやるって、それをやってたんですよ。何年か経ったらめちゃくちゃうまくなってきてるんですよ、それが。そしたらどうかするとクリスマスの時のありますよね、こう丸くなったやつ、あれなんかもドライフラワーでも作れるし、お正月の時のほら玄関につけるやつあるでしょ、あれもうちの家内なんかドライフラワーで見事に作るんですよ。今僕がやってるカフェでドライフラワーの販売してます。ドライフラワーって好きなことができて、それに没頭して、そして自分がこうアレンジしたりしてやっていく。ただ自分の作るものに価値が出て、それがまた人を喜ばすことにつながっている。誰々が何年目になるとかカットできるようになったとかいう時はね、ドライフラワーで作ってねあげるんですよ、プレゼント。食べたらみんな喜ぶんですよ。なぜかというとね、世界に1個しかないからね、売ってないから。でドライフラワーって色がいろいろ様々あるので、それを自分で楽しめるしですね。唯一困ってるのは僕の家がねドライフラワーだらけですね僕が好きなのはね、アウトドアが好きだから薪ストーブが好きなんですよ。でリビング、家建てる時にリビング、僕は家どんなでもいいけど薪ストーブだけつけてほしいって頼んで薪ストーブをねかっこいいのをつけたんですよ。もうそこの薪ストーブはね全然使われてないです。なぜかというとドライフラワーの展示スペースになってますね例えば僕が知ってる人でなんとちょっと変な人やなと思ってたけど、列車、汽車とかの写真撮るのが好きな人いるんですね。あれ見てたらオタクやなって感じしません？でもね、会って聞いてみたらね、めちゃくちゃいい人だし、趣味としてはめちゃくちゃいいんですよ。日本のどこどこ線にしか走ってないなんとかっていう電車とか見せてくれるんですよ。だから今度ね、本出版するって言ってましたもん。これもまた好きなことが種になって花になって実になってるでしょ。だから好きなことを作るっていうのがいいんじゃないですかね。好きなことが自分の種になる、人生の。ぜひやっぱ種が大事なんで、皆さん一日ぼーっとして何も種まかない日とか、何かこう今週何も種まいてないなって思って何か行動に起こしてみる。で自分の花いっぱいの人生にするには種をまかないといけないですよっていうことで、出会いと勉強することと好きなこと、この3つがより良くする人生にするには今の3つの種が大事ですという話でした。ではまた会いましょう。さよなら。